こんにちは。バインピアノ教室の松本です。皆さん、お元気ですか？さて、先日ですね、横浜市中区にある三軒園というところに行ってきました。今回でおそらく3回目か4回目だと思うんですけれども、今はですね、紅葉が真っ盛りでですね、とても綺麗でした。で、あのような場所にですね、身を任せるとですね、仕事へのアイデアが湧いたりとか、音楽のインスピレーションが湧いたりして、リフレッシュがね、いろいろできるので、とてもいいと思います。皆さんですね、もしまだ行ったことがない方がいらっしゃるのであれば、ぜひ一度行ってみてください。さて、今日はですね、ピアノの上達を阻害する要因についてお話ししたいと思います。これまでですね、子どもの生徒さんから大人の生徒さんを見てきた中で、ピアノの上達を阻害する最も多いですね、5つの要因について今回はお話ししたいと思います。で、長い動画になりますので、前半と後半に分けてお話ししたいと思いますが、今日はそのうちの2つについてお話ししたいと思います。今回は特にですね、ピアノ初心者についてお話ししますけれども、ピアノが上達しない最も多い原因として見られるのが、メトロノームを使わないということなんですね。で、メトロノームを使う理由は、リズム感とテンポ感を養うためです。人間はそもそも機械ではありませんので、一定のテンポ感、リズム感を保つためには、メトロノームを使う必要があります。で、これはですね、初心者に限らずですね、中級者、上級者、そしてプロまでもメトロノームを使っているんですね。ですから、初心者はなおさらメトロノームを使う必要があるわけです。リズム感、テンポ感は音楽の中で最も重要な部分であってですね、音楽を支える心臓部分にあたるわけです。一定のテンポで正しいリズムで弾くには、この心臓部分がしっかりしていないと音楽が死んだものになってしまいます。考えてみてください。もし人間の心臓が止まってしまったり、鼓動が不定期に動いたとしたらどうなりますか？もし心臓が止まってしまったら人は死んでしまいますよね。そして鼓動がもし不定期に動いてしまったら、人間の体が正常に機能しなくなって、健康的な生活が送れなくなってしまいます。ところがですね、多くの初心者の生徒さんは、リズムのことはそっちのけで、とにかく弾く方ばっかりに集中しがちなんですね。で、これではですね、何年ピアノを習っていても、正しいリズム感やテンポ感が養われず、生き生きとした演奏をするという境地に達することができなくなってしまいます。確かにですね、メトロノームは機械的で嫌だと敬遠される方が多いと思うんですけれども、慣れればメトロノームと合わせて弾くことは難しくなくなります。で、メトロノームと合わせて弾くのが難しいと感じる方はですね、普段からメトロノームをちゃんと使っていないからなんですね。で、よくありがちなのが、楽譜をパッと見て、あ、これは簡単そうだと自己判断をして、メトロノームを使わないで練習してくることなんですね。で、そういう時に限って間違ったリズムで弾いてくることが多いわけです。ですので、難しい曲でも簡単そうに見える曲でも曲を舐めないで、舐めてかからないでですね、ちゃんとメトロノームを使ってテンポやリズムを確認しましょう。次に、ピアノの上達を阻害する2つ目の要因。それはですね、部分練習をしないということです。で、これはですね、子供から大人まで見られる現象なんですけれども、苦手なところとかですね、もしくは弾けない部分だけを取り出して何度も何度も繰り返し練習することをしないで、ただ闇雲に曲の最初から最後までを弾き続ける練習なんですね。で、これはですね、非常に練習としては非効率的なやり方です。実際ですね、ピアノの練習のほとんどは部分練習で占められていてですね、練習時間全体の10%から20%が全体を通して弾くのが、理想かなと思います。この地道な練習をできるかできないかによって、ピアノの上達に実は大きな差が生まれてくるわけなんですね。また、部分練習のいいところは達成感が得やすいということなんですね。
で、難しいところやですね、弾けない部分を集中的に何度も繰り返すことによって、弾けない部分がですね、ある日突然弾けたという喜びを味わうことができるんですね。で、そのような喜びを味わった人は、部分練習を苦とも思わずに、やっていけるようになります。で、また部分練習をすることでですね、自分が今抱えている問題とちゃんと向き合えてですね、で、その中で日々の練習を工夫してみたり、最後まで諦めないで練習することによって忍耐力が養え、問題解決能力が高まり、自分への自信にもつながるのです。いかがでしたでしょうか。この内容が役に立ったよと思ってくださった方は、ぜひいいねボタンを押していただけますと大変励みになります。また、残りの3つの原因については次回の動画でお話しいたしますので、次回の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録をすると次回の動画が上がった時にお知らせが来ますので、チャンネル登録をされることをお勧めいたします。それではまた次回まで。さようなら。